ものを作りたいって思いがずっと自分の中にあって、でなんだろう、こう子供の時から漫画とかアニメとか映画とか小説とか音楽とかそういうそういうものに囲まれて育ってきたわけですけど、で時々そういうものの中にすごく心にくる、自分が感染してしまうようなすごい作品があるわけじゃないですか。自分だったら中学生ぐらいの時にドラクエであるとかラピュタであるとかそういうものを見て、これはすごいなと。でそういうものを見るとやっぱり自分も何か作りたくなる。でそうですね、その辺が原体験になって、で何か作りたいなっていう強い気持ちはずっと前からありましたね。でちょうどその星の声を作ろうと思った時に僕はゲーム会社に勤めてたんですね。でちょうどその時期デジタルのハードやソフト、映像制作のためのツールが割と個人の手の届くところまで降りてきてたっていう状況があったんですね。でそれに加えて、ちょうど DVD もプレステ2やなんかで普及してる時期だったし、自分の身の回りの仲間の中ではこれからは個人制作の映像っていうのがもしかしたらいけるんじゃないかっていう盛り上がりもあって、でじゃあそうなのかな。で自分自身考えてみると、一応仕事で使っていたハードも所有している、ソフトも持ってるし、で最低限使えるだけのスキルっていうのも仕事を通して身につけてきた。じゃあ作れるんじゃないか、ここで作らない理由っていうものは、ないんじゃないかっていうのがありまして、で思い切って会社を辞めて作り始めたっていうのが星の声ですね。僕は2000年の動画の CG コンテストっていうので、彼女と彼女の猫っていう作品でグランプリをいただいたんですけど、その、上映会が2000年の5月にあって、で割とそのすぐ後6月ぐらいにじゃあ身の回りに溢れ始めた携帯メールっていうのをテーマに何か作ってみようっていう思いつきがありまして、でいきなりだから2000年の6月ぐらいですか、6月ぐらいに1枚イメージイラストを描いて、そのコックピットの中で携帯持ってる女の子の絵を描いてで始めたのがそもそもの最初です。ですからもう2年近く前になるわけですけど、でそれから会社勤めやりながらだったので1年ぐらい予告編とかをホームページで少しずつ公開しながら続けてきたんですけど、でなかなか父として進まないわけなんですね。彼女と彼女の猫も会社勤めをしながら作っていたんですけど、あれは5分弱の長さでしかもモノクロじゃないですか。で星の声は25分あってからっていうので、これは終わらないなと思いまして、でちょうどその頃漫画ズーさんとかからも声をかけていただいたり、一緒にやってこうよ、売ることを前提に考えていこうよって声もかけていただいたんで、じゃあってことでちょっと思い切って、2001年の5月ぐらいに会社を辞めて、でその後7ヶ月ぐらいですか、今年の初め2002年の1月ぐらいまで7ヶ月ぐらいをかけて、仕上げたっていう感じですね。ですから実際に制作していた期間というのはほとんど実際に使った映像っていうのは最後の7ヶ月に集中してますんで、実作業的には7ヶ月とかそのぐらいの作業期間だったとは思います。映像制作自体の例えば経験則で何か語れるほどのキャリアっていうのが自分にはあまりありませんので、25分という長さのものを作ったのも今回が初めてですからすごくその質問についてはレベルの低い答えになっちゃうと思うんですけど、まずはとにかく完成させること、どんなに手抜きのカットが入っていようが、作品そのものを完成させないと何にもならないわけで、それがやっぱり一番重要視した場面ですね。こだわりたいところとかは自分なりにもあったんですけど、完成させることを優先にそこを切っちゃったっていうところがたくさんあります。でやっぱり作品制作に必要なスキルっていうのはソフトの操作とかそういうものとは別のところで、作品を完成させてみないとそういうスキルは身につかないと思うんですね。そういうのは実感として仕事をやってる時もあったんですけど、ですのでまずは完成させることを重要視しました。一人で作ることによって個人の思考性っていうのが 100% 出るっていうのは、それはメリットと言っていいかなと思うんですよ。アニメーションっていうのは、僕はそのアニメーションの業界っていうのを詳しくは知らないんですけど、もう労働集約産業の最たるものだってよく言われますよね。でも小説であるとか漫画であるとかっていうのは基本的には個人ベースの創作活動なわけではないですか。で
だからまあアニメーションに比べてよりこうプライベートな雰囲気を持ったものっていうのがたくさんある。でもそういうプライベートな作品がつまらないかって言えば、全然そんなことはなくて、その小説であるとか漫画であるとか、あと音楽ですか、そういうもののこうマーケットを広げる大きな要素にもなってると思うんですね。なのでこうもしかしたら星の声自体のそう意味合いっていうのはどういうものなのかわからないですけど、今後アニメーション制作が一人ないしは数人で作るようなそういう作品が増えていくんだったら、それがこう巨大な集団で制作するものではなくて、もっと個人の思考性が出た漫画みたいに、漫画や小説とかそういう他のものみたいに幅のある、もっといろいろ面白いものが出てくるんじゃないかなっていう可能性は感じます。今後もその短編を中心に少ない人であってもなるべくそういう人たちの心に長く残るものっていうのを作りたいとは思うんですけど、ただ私小説的なあんまりそっちの方向に行っちゃうとちょっと何でもありになってしまうので、どんな作品でもいいってことになってしまうので、なるべくエンターテインメントとしてお金を払ってもらえるようなものっていうのは前提にしたいと思ってます。でやっぱりですね、アニメーション以外の漫画であるとか音楽であるとか小説であるとか、そういうものにすごく憧れがあるんですね。でそういうものっていうのは音楽だったら電車の中でも聴けるし、で漫画だったら漫画でも小説でも授業中にこっそり読むこともできるし、すごくすごく生活に密着している感じがするじゃないですか。で音楽にしたって1曲5分もないわけじゃないですか。すごく短い時間なんだけど、すごく何か心に残るものがある。で漫画とかも週刊の漫画とかもそうですよね。割と短い時間で読める。アニメーションっていうのはその全ての要素が入ってるわけじゃないですか。絵も入っているし、音も入っているし、声も入っているし、でそれが全部時間軸で統合されている。でそういう部分が自分にとってすごく魅力が大きいので、この先も、やっぱりアニメーションであって、でかつさっき言ったみたいに漫画とか音楽とか小説みたいに気軽に身にまとえるような、常になんか近くに置いておけるような、そういうアニメーションを作っていきたいっていう気持ちです。でなかなか具体的な形で示せなくて申し訳ないんですけど、作品の方でお見せできていけたらなっていう気持ちが強いです。よろしくお願いします。